負け犬の聖地は愛知県豊橋市。豊橋市はかつて宿場町や郡都として栄えた名残があり、どこか懐かしさを感じさせる風景が広がります。そしてレトロな雰囲気を漂わせながら街を走る路面電車、豊橋市電はとても情緒があります。愛知県のグルメは独特でとても美味しいです。まずは豊橋駅から見ていきましょう。豊橋駅は新幹線の停車駅。東京から約1時間半かかります。 JR 東海が本作品とコラボしているので、駅構内には垂れ幕やマップが設置されています。こういうの良いですよね。駅構内は第6話でぬっくんたちが歯科試験館に行くのに待ち合わせ場所になっていました。駅ビルのカルミヤです。地下1階には柳さんが第5話で食べていたたこ焼きが売っています。焦がし醤油味のたこ焼きは豊橋のソウルフードです。地下1階のアニメート豊橋店では負け犬コーナーが設置されていました。4階にある宝泉堂カルミヤ店は第5話でブラック高木さんとぬっくんが立ち寄った場所です。ここは第5話でレモンと綾乃が待ち合わせをしていた喫茶店ウーノウノです。それでは駅西口に移動しましょう。ここは第6話の冒頭でぬっくんが綾乃にネトラレを疑われていた場所です。負け犬とのコラボちくわはおすすめです。東口デッキに移動します。ここはオープニングや第5話の冒頭など数多くの場面で描かれています。東口デッキの下にある市内線乗り場に移動します。ここは路面電車の始発駅。第2話ではカジュがお兄様と電車を待っていましたね。次は新豊橋駅前の広場に移動します。次は成文館書店に向かいます。店内には負け犬グッズが目白押しです。ここは第3話で小まりが BL を立ち読みしていた本屋さんです。次は駅前大通りにあるボン千賀に向かいます。ここは浮気だよのシーンで描かれていたパン屋さんです。昭和レトロな雰囲気の店内がとても素敵です。
次は水上ビルに移動します。水上ビルは豊橋のランドマークとして親しまれてきたビルです。レトロなビルとマケインのコラボがとても良いですね。ここは水上ビルにあるコーヒーとカヌレ、第8話でぬっくんとやなみさん、こまりの3人で立ち寄ったおしゃれなカフェです。次は少し遠いですが、鈴木米店まで移動します。ここは第3話で果樹がお米を買っていたお店です。次は東八丁駅に向かいます。火の神を祀る秋葉山の灯籠が建てられています。そしてこの駅は温水家の最寄り駅で第6話と第11話で描かれています。次は一度豊橋まで戻り、豊橋鉄道渥美線に乗り換えます。次に向かうのは愛知大学前駅。ここはぬっくんたちが通う諏訪吹高校の最寄り駅です。諏訪吹高校のモデル自習館高校は駅からすぐそばにあります。高校のすぐそばには第11話でやなみさんとぬっくんがうどんを食べていた都うどんがあります。午後4時からの営業です。次は徒歩でガスト豊橋柱店、通称負けガストに向かいます。この店は第1話と第2話で描かれていましたね。店内のレイアウトはアニメとは少し違います。猫型の配膳ロボットが可愛いですね。ここは豊橋駅近くのスパゲッテーチャオ。豊橋のソウルフード、あんかけスパゲッティのお店です。次は飯田線に乗って新城市にある三河東郷駅に移動します。ゆるキャンシーズン3第1話で出てきた東映駅も飯田線の駅です。新城市は長篠の合戦の舞台です。古戦場はちょっとしょぼかったです。それではモックル新城まで徒歩で移動します。ここは第6話で文芸部のメンバーがレモンのおばあちゃん家に行く際に立ち寄った道の駅です。新城は卵が名物です。
一度豊橋に戻り、東海道線で二川駅に向かいます。二川はかつて東海道の宿場町として栄え、現在も古い町並みが保存されています。ここは本陣ミュージアムです。本陣とは身分の高い者が宿泊していた宿のことです。それでは地下資源館に向かいます。ここは第6話でぬっくんと綾野、柳波さん、レモン、浅雲さんの5人がグループデートで来た場所です。まずは豊橋市視聴覚教育センターから見学していきます。この施設でレモンが綾野にうっかり思いを告げてしまいましたね。視聴覚教育センターを抜けた先に地下資源館があります。デートで来るような場所ではないのは間違いありませんが、なかなか興味深い展示です。次は岩屋公園口バス停です。逃げ出したレモンにぬっくんが追いついた場所ですね。地下資源館の近くにある麺どころ瀬川で昼食にしました。ここは豊橋のソウルフード、豊橋カレーうどんが食べられる人気チェーン店です。次はノンホイパークです。ノンホイパークは本作では第11話と第12話で描かれていました。まずは東門付近です。次は植物園ゾーンです。まずはカラフルで珍しい植物を楽しむことができる大温室に入ります。大温室では熱帯、亜熱帯の植物を見ることができます。次は四季折々の花や緑に癒される屋外植物園です。
前史博物館には恐竜の化石や標本などが展示されています。この博物館では地球の歴史と生物の進化を学ぶことができます。最後に動物園ゾーンです。様々な種類の動物が生き生きと生活する姿を観察することができます。最後に向かうのは道の駅豊橋です。ノンホイパーク西門からサイクルステーションまで歩きます。ハローサイクリングはスマホアプリを使ったレンタサイクリングです。自転車を借りたら道の駅豊橋に向かいます。帰りは芦原駅近くのサイクルステーションで自転車を返却しました。道の駅豊橋は第8話でカジュがお兄様と一緒に来ていましたね。大人の初恋レモンとうずらジェラートを購入しました。この瞬間それでも